今回は100均の樹脂粘土を使ってこの口の中を作っていきたいと思います。口の中の作り方を詳しく解説してなかったので、どうやって作るかっていうのを、本当に簡単に作れるんですけども、それを紹介できればと思うんですが、口のパーツはこんな感じで粘土で作ってるんですけど、で中を出すとですね、結構出来は結構汚いです。個人用に安く簡単にっていうところを目的にしてるので、商用というか販売用で作る方にはあまり向いてない動画かもしれないです。でどうやって作るかっていうと、まず口を開けておくっていうのは大前提としてあるので、こちらは別の動画をご覧になっていただければと思います。では最新のルーナさんからやっていこうと思います。私が口を作る時に使う樹脂粘土は主にピンクと、あとベロの部分の赤ですね、あと歯の部分とか薄くしたりするための白、この3色を使ってます。表面が乾きやすいんで、作業しない時はこういうタッパーに入れておくといいと思います。まず口の中を作るにはこのピンクを使っていくんですけど、色はこのままのピンクでもいいんじゃないかなと思います。で適量を取って適当に混ぜて、この中に突っ込みます。よいしょ。この口の顎の下まできちんと粘土が入るようにしっかり押し込んであげて、こんな感じで。粘土が多すぎてアイホールにくっついてるとこのアイをつけづらくなるんで、その余分な粘土をこういうスパチュラとかなんか棒を使って少し減らしておきます。ここは綺麗に作る必要はないんですけど、押し込むイメージでこんな感じでなだらかにしておきます。そしたらですね、ここの口の開いてるところからエクトプラズムみたいな感じで粘土が出ているので、ここからですね、例えばこういうお尻の丸い絵とかですね、丸いものがなかったら綿棒とかでもいいかもしれないですね。こういう感じで。でこっちを少し押さえながら口の中を作っていきます。これはどうでしょう、深さ1センチぐらい、目安ぐらいでいいんじゃないかなと思ってますですね。折ってって、で今度周りのところもこんな感じで粘土を押し込んで広げてあげます。でこの押し込んだ時にこの中が少しきれいになるようにトン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 となだらかにしてあげるイメージで叩いてあげると後々きれいかなと思います。であと樹脂粘土が乾くまで待つので、乾燥に時間がかかるのでですね、ここが固まるのは5、6時間ぐらいかかるかなと思うので、それまで放置しておきます。他の口も作ってみたいと思います。今度はですね、押さえつけたような口を作ってみたいと思うので、その押さえつける面がきれいになるようになだらかにしておきます。それでですね、これをまた中に入れて押し込みます。じゃあ今度この口はどうするかっていうと、こっちの口はこう口の中にベロを作ったり歯を作ったりするんですけど、
こっちはですねこの色だと不自然なんですが、もうこれでほぼ口の中完成っていう表現をする場合もあると思うんですね。このまま乾燥させてここに絵の具を塗るっていうバージョンですね。こんな感じの中身です。あんまりよく見えないので乾燥したら、取り外してこんな感じっていうのを見てみたいと思います。じゃあこれで5、6時間また待ってみたいと思います。ある程度まで固まるとこんな感じで表面がカチカチになるんで、これをですね、これも今結構固まっちゃったんですが、端を引っ張るとこんな感じで取ることができます。こんな感じですね。これを一回もう出して下まで固めちゃったんですけども、まだこれ取りたての場合はこの空気の触れてない面がまだ全然固まってないんですね。なのでこれ取った後にここ触ると形が崩れちゃうので、この形が崩れないままこんな感じで置いて、またそうですね5、6時間ぐらい乾燥させた方がいいと思います。そうするとこんな感じでカチカチになるんですが、樹脂粘土は中まで固まるのが結構時間かかるんで、完全に固まるには1週間ぐらいかかるんで、こんな感じの状態で作業をしていきます。次は何をするかというと、この口の周りですねの薄い部分をデザインナイフを使ってカットします。これをカットしないと、口をまた当て直した時にこの端っこがこう見え隠れして結構汚いんですね。だからこれを見えないように大雑把でいいのでカットします。どうせなら思いっきり切っちゃっても中身は見えないんで全然大丈夫です。こんな感じですね。そうするとこれをはめた時にこの口の当てる位置によってさっきの縁が残ってるとちょっとずれただけでその縁が見えちゃうんで、それを防止するためですね。結構ずれても縁見えないです。このぐらい開けるといいかもしれないですね。じゃあ他のもやっていきます。樹脂粘土はこういう感じで加工がめちゃくちゃやりやすいんで、安いし乾燥だけなんですよね、問題点って。乾燥に若干時間かかるんで、そこだけヤスリで削って綺麗にはならないんで、あんまりそれはもう狙わない方がいいかもしれないですね。樹脂粘土がこう割れて模様ができたって言ったら、水をつけてですね、こうコネコネしてあげると、ちょっと水がないのでエアブラシシンナーとかでちょっと代用してみますけど、これでつけてグリ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 ってやると粘土が元に戻って、ちょっとシンナーだとあれかな、表面の粘土が溶けていい感じになってくるんで、終わったらその水を綿棒で吸ってあげると、こんな感じで。はい、あとこの口はですね、ここでもう当ててこれでおしまいの口なんで、これはカットしないです。次はピンクと白で口の中のベロを使っていくんですけども、ベロを作るにあたってこの中に樹脂粘土をピタッてくっつけると、ピンクの樹脂粘土とベロの樹脂粘土がくっついちゃうんで非常に作業しにくいので、このプロモデル用のセメダインを使って
この口の中をですね塗っておきます。塗り方は適当で大丈夫で、2度塗りぐらいしとけば大丈夫かなと思います。しっかり塗っておいて、これはどういう効果かというと、このセメダインで塗った部分は1枚コーティングがされるような感じなんで、ここに粘土がくっついても粘土同士がくっつかなくなるんですね。だから作業で途中剥がそうと思ってもこれやらないと剥がれないんですけど、これをやると剥がれるようになるので、乾くまでしばらく待ちます。5分もしないうちに乾きました。そしたらですね、このベロに合うように白と赤を混ぜていきます。これはもう好みなので比率とかは適当でいいと思うんですけど、やるとしたら一気にやるんじゃなくてちょっとずつやることをおすすめします。白に赤を混ぜていくっていうやり方の方が多分いいと思います。どれぐらいでしょうね、4対1ぐらいでも比率ですか。こんなにピンクになるんで、意外とベロちっちゃいんで作りすぎてももったいない。100円なんですけどね。これもうちょっと入れてみます。こういうところは私は貧乏症なんですよね。100円でこういうの買っちゃうとなんか使うのもったいないみたいな。こんなもんでいいですかね。でよく混ぜた方がいいですね。この樹脂粘土意外とですねまだらになるんですね。だからよーく混ぜてで固まってきたら水を指にちょっとつけてあげて、水がないんだけど練ってあげるとまた元に戻りますから、こんな感じでいいかな。口の中にこのベロを丸めて入れます。でこんな感じで入れていくんですけども、さっきセメダインで塗ったんですが、セメダインで塗らないとここでべっとりくっついちゃうんですね。そうするとやり直しが非常に大変なんで、ちょっとちっちゃいかな、こっちの方がいいかな。雰囲気見るんでしたら、これは誰の顔だ、これはこっちかではめてみて、もうこんなもんでも本当全然出来上がりみたいな感じでいいんじゃないですかね。これで出来上がりでいいやって感じ。こうそうすごい簡単なんですよ。でここのコツは綺麗にこう練ったもの、シワがないように表面ツルツルで綺麗にした粘土をここにセットするっていうのが一つのポイントです。これがシワシワのデコボコだとここでですね綺麗に整えるのが意外とめんどくさいんですね。撫でて綺麗にすることもできるんですけど、手でやった方が全然早いんで、これもセットしてみましょう。これもこれでなんか OK な感じです。
ですよね。これだとちょっとですね、上が今大きかったんで少しちっちゃくします。こんな感じ。これじゃない。だいぶちっちゃくなってきました。でこの形をまたここで整える時も、もうシワがなるべくできないように、デコボコもなるべくできないように、こうなでてなでてなでて、であんまりシワが多くなったら水つけて練り直した方が、最終的に早いですね。でこれでベロができたら、これでまたどれぐらいでしょうね、2、3時間ぐらい乾燥させればいいかなと思います。次は刃の部分を作っていきます。刃の部分はですね、無理に樹脂粘土で作んなくてもいいかなって思ってるんですね。なんでかっていうと、平らに作るのがめんどくさいっていうか手間がかかるのと、あと尖らせたりするのが、意外とめんどくさい、手間がかかるので、私は樹脂粘土でやる場合はこういう板状の形に一旦作っておきます。もっと長細くていいんですけど、こういうなんか筆あったらこういうので平らにしてもよし。そしたらこれがですね、乾燥するまで待ちます。乾燥の時間が結構長いんで、樹脂粘土はちょっとやりづらいっていうのはありますね。乾燥したので、これで刃を作ってみたいと思います。定規、まずきれいに細長く切って、細長く切ったらこれをこうやって当てた感じで、これが刃になるんですね。でこれをどううまく貼り付けるかっていうところなんで、ちょっと試しにどんなもんか貼ってみます。硬い。今のでこんな感じですね。このぐらいでもいいかもしれないので、これであとは筆厚さをもう少し調整して丸めた形にすれば、これで可愛い刃ができるんじゃないかなと。厚み難しいな。厚み難しいから、粘土をこねた時にもっと薄くしてもいいかもしれないですね。厚みで言うと1ミリぐらい、今2.5ミリぐらいになっちゃってる。1ミリ以下が 0.5 ミリぐらいだといいかもしれないですね。で真ん中から少し丸くするんで、これは適当に端っこを斜めに切って真ん中ら辺でカーブするみたいな。これカーブを切らなくてもこうやって粘土を曲げてもいいと思うんですね。そうすれば失敗少ないかなと思います。ちょっと鼻のところに当たるので、こ
ここに切れ込みを、花がぶつかるところに切れ込みを入れてます。これも結構適当です。よいしょ。こんな感じ。それでここに粘土が当たるので、ちょっとここを薄く、ここら辺は外から見えないのでもう適当でいいと思います。こうちょいと薄くして、後で水でくっつけると。これでもう一回ブルタックをつけて、セロハンテープで留めてもいいかもしれないですね。これちょっと止まりにくいんで。こんな感じで口にセット。こんな感じでできてました。なかなかいい出来じゃないかなと思います。こんな感じで、粘土がつきそうなところはセメダインが塗ってあるんで、少し1枚剥いておいて、綿棒でこう湿らしてあげて、ちょっと粘土をふやかしてあげて、この口の部分をピタッと貼ってあげます。また余ったところは後で切ればいいと思うので、さらにこの隙間に水を垂らしてあげて、これでしばらくすればカチッと固まると思うので、また乾燥待ちというところですね。口の口も同じようにやっていこうと思います。ルーナの顔は刃にしてみましょうか。刃は見えるところだけちょっととんがった感じにすればいいので、それも比較的簡単ですね。また接着剤がついているところをちょっと削ってですね、こうなって、鼻がセンターがここにあるとすると、刃はここら辺ですかね。はい、この先をちょっと尖らせるって感じですね。切り込み見づらいかもしれないんですけど、切ってる本人も見えない。三角形の形に切り込みを入れて、端を切っていくと。細かいな。よいしょよいしょよいしょ。こんな感じで、これがうまくいくか、うまくいかなかったらもう一回作り直せばいいんで、これちょっとここが当たって取りづらいので、これをカット。それで一回当てて、
ブルタックで留めてみます。はい。はめる時にずれちゃったんで全く見えなくなってしまいました。難しいですねこれ。さすが行き当たりばったり。どうしようかな感じですね。位置はだいたい合ってるんで、もうこれもう止めちゃいます。また水を塗ってふやかして、これをペタッと。これでしばらく乾燥してみたいと思います。10分ぐらいしたんですけど、結構乾いてきたので、このまま作業するってことで、ここのはみ出た部分はザクッとカットしちゃって、でこのベルの部分ですね、これを接着剤でくっつける。はい、セットしてみるとこんな感じですね。もう少し前歯が見える感じがいいかな。少しずらしてます。粘土まだ固まってないので、こういう調整ができます。はい、こんな感じ。出来上がり。でこっちももうセットしてあって、こんな感じですね。中身はこんな感じで作ってあります。で場所が決まったらブルタックで端を軽くペタッと、この端をベタッと。で位置がこれずれるので、この時位置をもう一度調整し直して、で決まったらブルタックを貼っていくと、馴染んでですねくっつくので、はい、こんな感じ。ちょっとずれちゃったかな。じゃん。ちょいとずれてますね。唇、ベロの部分もちょいとずれてる。はい、可愛くできました。こんな感じで目もセットしてみたんで、結構可愛くなったと思います。これが刃のバージョンです。刃をちょっと尖らせた感じにすると、刃とか牙に見えるからいいかなと。でこういうところのですね、奥行きがあるとリアリティが増すんで、このフラットなタイプよりかはこういう方がいいんじゃないかなと思います。これはすごく楽なんで、とりあえず作って時間が空いたらこういう形の奥行きのあるものも作ってがいいかもしれないですね。でこっちは刃がまっすぐなタイプですね。刃みたいに尖らせないで普通に
ちょっと斜めな感じで表現しただけなんで、その違いで変えられます。あと奥にですね、こう何て言うんですか、人間みたいに歯をやるとかやると可愛くなると思うんですけど、私は多分めんどくさいんでそれはやらないと思います。もっとなんかこう顔にそれを表現したらリアリティが増すというか、その子に似るっていうような時はそういうのやるかもしれないんですけどもですね。はい、ということで今回は口の中のパーツを作ってみました。若干長い動画になってしまったんですが、あまりカットしてないのでですね、参考になれば幸いでございます。今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次はメイクになるかもしれませんが、またご期待いただければと思います。それではまたね。